目的とか、あとなんか普通に化粧とか完璧で出たつもり。私専門卒業する時に先生がくれたやつで、先生が作ったカード入れなんですよ。これが普通にメインで使ってる携帯なんですけど、ケースを最近新しくして自分で組み合わせて自分で自分だけのケースを作るところがあって。こんにちは、レイラです。普段はモデルやったりメイクやったり衣装やったり、こういうメディアの仕事をしたり、いろいろなことを挑戦させてもらっています。今日は私の普段の持ち歩いているバッグとそのバッグの中身を紹介したいと思います。私バッグ結構持ってるんですけど、結構その日のコーディネートによってバッグコロコロ変えるんで、いつもこれを使ってるわけじゃないんですけど、割と最近多分一番新しいバッグでよく使うので、あと今日のコーディネートにもこれが合うかなと思って今日はこのバッグにしました。これはシャネルのノベルティのバッグなんですけど、私自分の好きな色とかがピンクなので、ピンクでしかもシャネルで、めっちゃ可愛いギャルだなと思って最近買ったんですけど、お気に入りです。なんか個人的にバッグは割とヴィンテージとかなんですけど、結構こういうシャネルとかハイブランド系なバッグが多くて、何色が多いかな。でもなんかそこのブランドのそこのブランドみたいなのを買うことが多くて、なんかルイ・ヴィトンだったら茶色のモノグラムのやつで、あとベルサーチだったらヒョウ柄と黄色いかついのがあるんですよ、柄が。何色が多いかって言われたらまちまちですね。でも割とピンクとか自分が好きな色のは選びがちですなんでも。色ですか？なんだろうな。なんかとりあえず一通り揃えるんですよ、バッグ買って。なんか例えば黒1個白1個自分の好きな色みたいなで、なんか一通り揃えておくと落ち着いたっていうか、モノトーンの日はじゃあ黒か白使えて、派手な日はこういう色のバッグ使えてってなるから、白黒色物みたいな感じで3色ぐらい持っておくと便利なのかなっては、何でも融通きくかなとは思います。服もそうなんですけど、私あんまり季節感ない方だと思うので数年使います全部。バッグも2年前の時は何買ったかな。2年前はなんかとにかく荷物が多かった気がします私その分なんかバッグとかもリュックとか背負ってた気がします。リュックなんですけど、すごいずっと欲しかったやつを最近でもないんですけど、ちょっと前にやっと購入できたので、すごいこれはヘビロテで愛用しています。荷物多い日はリュック背負うんですけど、あんまり最近背負わないかな。なんか背負ったとしても中身スカスカとか本当に財布と携帯があればいい人なんで、そんな感じですかね。中身をじゃあ紹介します。財布です。これはマーク・ジェイコブスの財布、2つ折りの財布なんですけど、誕生日にもらいました。で、今まで長財布派だったんですけど、こういう割とちっちゃめなバッグを持つことが多くて、そういう時にも使いやすいようにちっちゃい財布が欲しくて、で誕生日に買ってもらいました。私ものすごいよくなくすんで、これだとね嫌でも目に入るじゃないですか。なんで財布は気に入ってます。なんか色がもう私のためにあるような色じゃないですか、これもだから気に入ってます、この財布は。あと携帯ですね。普通に携帯は iPhone 使ってるんですけど、ケースがこれ自分でオーダーというかカスタムするケースで、最近というかちょっと流行ってるやつで、ケースティファイっていうやつなんですけど、この砂これ動くんですけど、この砂の色とか背景の色を選んで、あと文字も私は自分の名前を入れてるんですけど、文字の色とかフォントとか入れたい文字を自分で組み合わせて、自分で自分だけのケースを作るところがあって、ネットで調べてもらえればすぐ出ると思うんですけど、その iPhone ケースを使っています。色も蛍光なんですごい目立つし、自分の名前が入ってるのがお気に入りです。スマホで
なんだろうなあ、でも基本インスタグラムばっかり見てますね。インスタとあと音ゲー私やるんで、電車とかだと音ゲーやってます。やばいというか携帯しょっちゅうなくすことが多くて、よくあるのがコンビニとか店に行ってレジの下になんかバッグ置きあるじゃないですか。そこに携帯置き去りがもう数えきれないほどあります。しばらく経って気づいてあれないみたいなで戻るとあるみたいなことがよくあります。店で自分の携帯と同じ着信音がするなと思ったら、なんか落とし物のとこから自分の携帯が鳴ってて、それまで自分の携帯なくしてることも気づかなくてとか、そういう経験多々あります。はい。イヤホンですね。はい。まあこれ鍵とか入ってるポーチで、まあ鍵とかスイカとかなんか交通系のものが入ってます。これ昔エッグっていうギャル雑誌があって、でその時の付録なんですけど、うちが高校生ぐらいの時のやつなんですけど、全然使えるし、なんか大きさがすごいちょうどよかったので、これに鍵とか交通系まとめて入れてます。エッグなくなったんですよ一時期。最近復活しました。でなんかギャル雑誌がほとんどなくなってて、小悪魔アゲハとかそういう雑誌もなくなって一時期、今は多分あるんですけど、なんで割とレアかもしれませんこれ。これ化粧ポーチで、これも誕生日の時に友達からもらったディオールのやつなんですけど、化粧直しの道具で、リップとあと、パウダーとかファンデーション系の目薬とかお直し用品が入ってるんですけど、なんだろう、基本化粧直しのものってそんなにリップとかしか持ち歩かないので、バッグの大きさ的にポーチに入れないでリップだけバッグにポンとかっていう日のことが多くて、なんだろう、バッグの大きさによっちゃこのポーチに入れたりしてる感じです。今日はあとカードケースが入ってたんですけど、これ私専門卒業する時に先生がくれたやつで、先生が作ったカード入れなんですよ。皮をなんか縫ってて、で卒業する時にもらったやつで、なんか本当は名刺入れっぽいんですけど、名刺とかないので普通にポイントカードとか入れるのに使っています。そんなもんです。はい。派手なものなんだろう、なんだろう、でもなんだろうな、派手なの、派手なのでも挑戦しやすいとかで言ったら、あんまりいいのか悪いのかは別として、あんまり目に見えないものから派手なもの持ったらいいんじゃないかなって思いますけど、基本バッグに入ってるのって全部使えますよね。なんだろうな、分かった。なんかベースはこういう白とか黒で、例えばロゴがこういう派手な蛍光色とかだったら、割とロゴだけ蛍光でも割と目立つと思うし、挑戦しやすいのかなとは思います。なんだろうな、基本的に明るい色のものしか持ち物って持たなくて、なんて言うんだろうな、ダークトーンの持ち物とか少なくて、なんか個人的に明るい色持ってる方が、なんて言うんだろう、元気っていうか明るい、気持ち的にポジティブな色かなと思うので、あと単純に自分が好きな色のものを持ってるとやっぱりテンションとか上がるから、そこまでなんだろう、バッグの中身に関して色味合わせるとかは気にしてなくて、自分が好きなものをとにかく持つ感じです。はい、これが私のバッグの中身になります。インスタグラムとツイッターをやっているんですけど、基本的にメイクだったりファッションだったり、あとこういうバッグとかも載せたり載せなかったりしてるので、よかったら概要欄にリンクが貼ってあると思うので、フォローよかったらお願いします。とあとモデルとかメイクとか、そういう仕事系の依頼も DM とかで、受け付けているので、そちらの方に送ってもらえればと思います。かわいいパティーンさんに私も何度も出させていただいてるんですけど、メイクだったりファッションだったり、そういう動画がたくさんあるので、よかったら皆さんチャンネル登録してみてください。これが、私のカバンの中身でした。以上レイラでした。バイバイ。